ご視聴ありがとうございます。皆さんドルフロ2楽しんでますか？とうとう来る回が実装されましたね。私もですが、どこまで突するか悩んでいる指揮官も多いと思います。ドルフロ2の訪問ガチャ仕様は一定確率ではないので、SSR 獲得の期待値が何回になるのか、統計から調べてみました。はじめにお断りしておきたいことがあります。今回の動画の内容は継承を行っていますが、完全な限定訪問の仕様が公開されていないので、一部推測が入っています。また、あくまで机上での期待値のため、実際のガチャでこの内容を保証するものではありません。計算や考え方に間違いが含まれている可能性があることをご了承の上、ご視聴をお願いします。動画の構成はこのようになっています。気になったところだけでも見ていただけると嬉しいです。最初にドルフロ2ゲーム内に記載されている限定訪問ルールを確認していきます。キャラクターの限定募集について要約すると、58回までは SSR 確率が 0.6%、59回以降は SSR 排出率が上昇していって、最大80回で SSR 確定となります。80連までの全体での総合排出率は 1.89%。出現した SSR がピックアップ対象外だった時は、次に出現する SSR はピックアップ確定となっています。ピックアップキャラのピックアップ確率は 50% というのが、キャラクター限定訪問のルール概要です。この中で、59回以降の排出上昇率について、詳細な確率の記載がないため、ルールに記載の総合排出率 1.89% に合うように、同率で上昇すると仮定して推計すると、上昇率はプラス 4.5% 回となります。この推計から SSR キャラクター獲得確率を表とグラフにしたものがこちらになります。グラフを見ていただくと分かりやすいと思いますが、58回まで回したとしても SSR 確率が 0.6% のため、SSR 獲得の累計確率は約 29.46% となってしまっています。しかし、59回以降は1回ごとに SSR 確率がプラス 4.5% と大幅に上昇していくので、65回で 84.00% となっています。続けて、武器の限定訪問について。ルールの使用はキャラクターと同じですが、50回までの SSR 確率が 0.7% で、51回以降は SSR 排出率が上昇していき、70回で SSR 確定となります。この70連までの全体での総合排出率は 2.18%。SSR 排出時にピックアップがすり抜けた場合は、次の SSR はピックアップ確定となっています。ピックアップ武器のピックアップ確率は 75% というのが、武器限定訪問のルール概要です。キャラクターと同様に、総合排出率 2.18% に合うように、51回目以降の上昇率を推計すると、プラス 5.0% 回となります。表とグラフがこちらで、やはり SSR 確率 0.7% と1回の確率が低い50回までは、累計でも獲得確率は 29.92% ですが、1回ごとに上昇率 5.0% が加算される51回目以降は、急速に上昇していって、57回で 86.88%、60回で 97.92% となっています。この推計から、私は SSR 獲得期待回数を、キャラクター70連、武器60連とすることにしました。キリが良くて覚えやすいのでこれにしてますが、かなり保守的なので、このグラフや先ほどの表を見て、どこを期待値とするか指揮官ごとに決めていただくのがいいと思います。私は、このような一定回数から確率が上がっていくシステムは、ドルフロ2が初めてで知らなかったのですが、原神や崩壊スターレイルなどすでに採用されていたんですね。最後に、ちょうど来る回が来ていて突しようと考えてる指揮官も多くいらっしゃると思うので、先ほどの推計を元にしたキャラクターと武器それぞれ各突に必要な目安の限定訪問回数を紹介していきます。最初にキャラクターは 50%、武器は 25% で、すり抜けることを考慮した上でのピックアップ SSR キャラと武器を1つ獲得するのに
必要な限定訪問回数を試算すると、キャラクターは105回、武器は75回となります。これに必要な凸数をかけると、凸に必要な目安回数となり、それがこちらの表になります。補足で無凸確保については、すり抜けを前提としています。今回クルカイ貫突を目指すには735回、武器もとなると、それなりの覚悟をして引く必要もあることがわかります。さらに、今後の魅力的なキャラクターのことも考えないといけなくて、悩む指揮官は多いと思います。ソミちゃん、ウルリド、マキアートが2ヶ月ほどで復刻されているので、復刻と今回の推計を考慮していただいて、今後の計画を立てる一助になれば嬉しいです。ドルフロッツを始めた当初、SSR 確率 0.6% や 0.7% で続けていけるか不安でしたが、今回の推計でキャラクターなら58連以降は早い段階に高確率で SSR 獲得できることが分かって少し安心しました。これからも私が調べたことで皆さんの役に立つ内容であれば動画にしていきたいと思いますので、よければ高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまたお会いできるのを楽しみにしています。ここまでご視聴ありがとうございました。